正しく上がって正しいトップの位置からインパクトにかけて下ろせると、方向性も良くなるし、飛距離芯に当たればやっぱ飛ぶと思うので、OK。おお、ナイスボール。めっちゃいい。いいじゃん。まあだいたい10ヤードぐらい今伸びたかな。皆さんこんにちは、ひがです。もえです。お願いします。今回のテーマはですね、正しいテイクバックからトップの位置について、詳しく解説していこうと思います。テイクバックが正しい位置に上がってくると、もうトップの位置も正しくなりやすいので、フェース面が安定して芯に当たりやすかったりとか、フェースの管理もしやすいし、あとは正しく上がって正しいトップの位置からインパクトにかけて下ろせると、正しい軌道で下ろしやすくなるのかなと思いますので、方向性も良くなるし、飛距離芯に当たればやっぱ飛ぶと思うので、飛距離も上がる可能性はあるんじゃないかなと思いますので、ちょっとやってみましょう。お願いします。レッスンしてても、テイクバックを迷う人っていうか、うまく上げられてないとか気持ちよく上げれてないとか、よく迷ってる人をよく見かけるんですね。私もその一人だと思います。そうだね。レッスンでも比嘉プロにインサイドに上げすぎってもうずっと言われてきてて、そうなかなか治んない。そうだね。お客さんでもインサイドに引く人いるんですけど、割と多く。インサイドって意外と治りにくいなっていう印象があって、アウトはわりかしすぐ治るけど、インって本当になんか結構強くっていうか癖強めに言わないと、治ってこないイメージがありますね。で、私はどっちかというとアウト系のアウトに上がる調子悪い時は。なるほど。逆ということで。そうなんです。なので、今日はテイクバックの正しい上げ方と、そこからトップの正しい位置っていうのを詳しくやっていこうかな。じゃあ早速解説していきます。まずですね、あるあるなスイング、さっきも言ったインサイド、萌えと同じ癖の人ですね。インサイドに上がる人、どういう状態かというと、飛球線方向に対してのこのラインに対してクラブが体側に入ってしまうのをインサイドって言うんですけど、インサイドに入ってしまうとフェースがそもそも開きやすくなってしまうので、スライスのミスだったりプッシュアウトのミスっていうのが多くなりやすい。で、さらに低く上げたトップの位置っていうのは、最終的にとどまるところも低い人もいれば、これは左肩が上がってくる人ね、起き上がりがある人は低くそのままなりやすいし、逆にインサイドに上げたまま前傾が変わらずにこう上げてくる人っていうのは、逆にこうグッと回ってくるので、こういう動きで入ってくるから、私それかな。そうだね。まずはコーチに引っ張らないようにすることが大事。で、逆にアウトサイド、アウトサイドはさっき飛球線方向に対して体の遠くに上げてしまう時ですね。これもフェースはどっちかというと、これはかぶりやすい、さっきの逆ですね。左に向きやすくなってしまって、でこのアウトに上げた人っていうのはどっちかというと肩が入らないですね。手だけでひょいって上げてしまうと、やっぱそのまま手打ちになったりとか、これもアウトサイドから来やすかったりとかいろいろあると思うんですが、まず意識としては球線方向に対してまず腕の動きだけで言うと、このクラブをそのまんままっすぐ引くっていうのかな、そのまま出すだけ。これをなんか体の回転とかを意識して、体の回転に沿ってってなるとインサイドに入りやすいんですよね。じゃなくて、まずクラブ自体の動きっていうのはなるべくまっすぐ入ってきてほしい。まっすぐ、テイクバックを上げるポイントっていうのは、最初なんかクラブとか置いた方が分かりやすいかな。ボールなくていいんですが、一応言っときましょうか。そしたらまずはこのクラブ自体の動きを見てほしいんですよね。クラブがちゃんとまっすぐ動いてくるように、こことっても重要です。この自分の視界に入ってるところで決まってくると思っていいと思うので、ここでインサイドに引くか、パッと手で
アウトサイドに上げるかで全然変わってくるので、まずはこのクラブ自体の動きをしっかり見て、特にヘッドですね。ヘッドが飛球線方向に対してまっすぐ上がってくるか、でこのまんまの意識で上げてしまうと、手っていうのはね、だんだん体から離れてきちゃうんですね。ここからまっすぐ引っ張って、そのまっすぐのイメージだけでいくと手がだんだんこう離れてきちゃうので、これはまた右脇がこう開く原因にもなっちゃうので、これにプラス回転の動きっていうのがゴルフは入るんですけど、これをちょっと分かりやすく説明します。クラブ、これ7番アイアンなんですけど、何でもいいです。おへそぐらいに当てて、両腕伸ばします。両腕伸ばして構えます。でグリップエンドがおへそから外れないようにクラブをまっすぐ引くイメージ。ここまでですね、まっすぐ引けるのは。これ以上まっすぐ引こうとすると離れてしまいますね。だいたい右の太もも、だいたいそう正面から見たらだいたいそれぐらいまでかなと思います。これ以上になるとやっぱ体の回転がある程度必要になってくるので、多少インではないですけどね、ここからがストレートですよっていうところです。インサイドに上がってしまう人っていうのはそもそも最初から外れる、ペンって、こうなってくると低いトップの位置だったりとかになりやすいので、逆にアウトサイドっていうのはこう外れて、こっち側に外れてきますね。体の右側に外れたらアウトサイド、体の左側に外れたらインサイド。絶対おへそからクラブが離れないところで回転してあげると、自分の正しいテイクバックの位置が分かりやすいです。で、ここでそのまま同じように持ち替えてもいいと思うし、ここですね、テイクバックの位置はね、まっすぐ引いてここに入ってくると思います。次ここからの上げ方、どうやってトップの位置に入ってくるかっていうところなんですけど、まずは形をしっかり作ってほしいなと思うので、クラブなしでやっていきます。クラブなしで何回言うんだよね。手を横に広げます。で胸の高さぐらいですね、だいたい。そしたらこの右手に向かって左手をウィーンと持ってきます。これだいたい届かないこうピュッて届かない人は体が回ってないので、しっかり足は地面につけといて、かかとも上げずに、直立した状態でいいので、ここから右手に向かって左手をグイッと持ってきます。でここから右手を90度に曲げていきましょうか。ここがトップの位置に入ってきます。そしたら左肩も入ってるし、トップの位置がちゃんと完成できる。横からいっとこうかな。左手ビューンと持ってきて90度に右手曲げて前傾がトップの位置になるんですね。でこれが辛い人いるんですよ。体が硬い人とか、やっぱどうしてもこう届かない人はどっちかというと右手から作ってもいいかなと思います。右手をそもそも90度先に曲げといて左手を持ってくる。でこれに回転を入れる。この回転絶対入れてくださいね。45だっけ？肩は90度肩90度、腰の目安はだいたい45度ぐらい。そう右手90度、左手持ってきて、回転して90度だよね。回転して前傾最後にする。同じですね、作れるトップの位置は。自分に合ったやり方があると思うので、左手から持ってくるか右手の位置から作るかは自分の合うやつを選んでもらったらいいかな。この時のポイントとしては、左手からグッて持ってくる人はそのまま90度に上げちゃえばいいんですけど、この時も右手のこの曲げ方ってとっても重要。見た時にこれだったらまっすぐ90度なの分かります？こうフィュって地面に対して垂直っていうのかな、なんかこうなっちゃったりとか、同じ90度だよね。そう例えばこっちに傾いてたら、右脇が空いたクロストップになっちゃうし、逆にこっちに傾いたら低すぎるこのトップの位置になっちゃうので、ここからまっすぐ
右手の角度はまっすぐに対して左手を持ってきて肩回して前傾するというのが正しいトップの位置だと思いますので、ここポイントですね。正しいトップの位置が分かれば、はい、このポイントはやっぱ右肘なので、実際に打つ時もまずテイクバックまっすぐ入ったら、はい、自分の右肘は地面に対して垂直に持ってくる意識で問題ないかなと思います。それが、テイクバックの意識することとトップのそうだね、トップの正しい作り方、またクラブ持ったら感覚は変わってくると思うんですけど、はい、まずは正しい自分のトップの位置はここっていうのを知ることが大事だと思うので、まっすぐまずはテイクバック引っ張ってきて、はい、ここから正しいトップの位置に入ってこれるようにしてあげれると安定してきます。ということを踏まえて、はい、萌にやってもらいます。はい、責任お願いします。はい、じゃあ早速萌に普段通りの萌のスイングで打ってみましょう。いきます。お願いします。オッケー。タップした。でもこんな感じだね、萌のスイングは。今ので、こう今みんなもとか言って皆さんも自分のスイング見て、どうやったらインサイドなのかなんですけど、こう後方から取った時に、このテイクバックのここですね、だいたい手と腰が同じ高さの時のポジションで確認するんですけど、持ってきた時にこれ後方から見て手とヘッドの位置が同じだと思うんですよ。インサイドの人は手よりもヘッドの方が内側にありますね。これインサイドです。逆にこっちはアウトサイドなので、自分のスイング取ったら、ここで一回止めてまっすぐ上げられているのかっていうのを確認した方がいいですね。まずはやっぱり意識するときは目で見て分かるものがあった方がいいと思うので、何でもいいです。クラブこう置きましょうって構えて、このまんまフェース面もまっすぐのまんまテイクバック。そうここですね。合ってる、うまいです。もう一回いきます。お、綺麗めっちゃいいです。じゃあさっきのお腹のやつやってみる。こうだっけ？そうで腕伸ばして、で前傾してていいと思います。はい、ここから持ってきましょうか。これが体とクラブが同調してるっていうのかな、一体感を持ってテイクバックしてる時の動き方。ほら手とヘッドがだいたい同じ高さにあるじゃないですか、ここがポジション的には正しいですね。じゃあちょっと普通に持ってテイクバックいきましょうか。でそこからトップの位置に入ってきます。そうですね。 OK。 じゃあクラブなしでさっきのやつやろうかな。広げて、どっちからいく？左手からいく？そんな体硬くないもんね、多分。 OK、 いいね。それで右肘を90度に曲げます。でこの時にここ萌の左手このまま外してみて。さっきねこうなってたの、萌の手。これってコックが入ってないんですよね。見えるかなみんな。こうなってるんですよ。これコック入ってるとこうなります。わかります？これとこれの違い、だいぶ違いますね。コック入って入れてほしいです。プラス余裕があるなら。もう一回で持ってきて90度に曲げるじゃん。そうです。今ので前傾。ここですね、萌の正しいトップの位置は。まずはテイクバック、ゆったり作ってみようか。まっすぐのラインイメージして、そこから右肘の角度ですね、90度に持ってくる。そう綺麗。そこから振る。バジーン。いけそう？球打ってみましょうか。多分流れでやると癖ってそんなに抜けないと思うので、一回やってみようかな。一回意識して。普通に振っちゃっていいよ。普通に意識して。そんなうまくいく？ゆっくりじゃなく？ゆっくりでもいい。おー、ナイス。いい音？いいね。最
最高じゃないですかねさん。ここ今の意識した時のちょっとスイングを比べてみましょうか。左が今レッスンしてる時のやつ、右がさっきの悪い時ね。ここですね今、変わってきているのは。めっちゃ意識してくれてるはずなのに萌えまだインサイドなんですよね。でこんなにやっぱインサイドって割と治りにくいと思うんですよ。なんでまずは止まりながら形確認した方がいいのかなと思うので、ちょっともう一回いいですか。でもトップの位置綺麗になったね。クロスしなくなったね。本当だ。右脇きがちょっと前の場合開きやすい。テイクバックは止まりましょう。形確認していいところからそこですね。あともこっち残しといていいですよ。はい、ここからバックスイングトップの位置上げて打つ。そう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 。うまい。うまい。さすがです。フェースまっすぐでまっすぐまっすぐ。そうそうそう。まっすぐ。そう。そう完璧。ここからはいトップ。来た。はい。オッケー。来た来た来た。ナイス。いいじゃないですか。だいぶまっすぐに入ってきたんじゃない？一番最初のスイングこれか。ほら全然違くない？テイクバックがこれだけ変わってきたら、あとはトップの位置もやっぱ変わってくると思いますよ。めちゃくちゃいいよね。ちゃんと左手のここが伸びてスクエアのまま上がってきてくれてるのと、ここはもうシャフトがクロスしてる状態なんで、右脇がもうガバーって開いてると思います。でも最初は身につくまでは結構時間かかるから、こまめに自分でチェックする。テイクバックで止まってっていうのがいいと思います。OK。おお、ナイスボール。めっちゃいい。どう？いいじゃんいいじゃんいいじゃん。だいぶ良くなってますね。今のこれ棒置いてやってもらってるけど、慣れるまでは今みたいにこう棒置いた方がいいと思う。これ見てみましょうか。左がいい時、右が悪い時なんですが、はい、テイクバックのここの位置、手と腰の位置がだいたい同じ高さにある時に、今萌えの手の位置がここ、ヘッドの位置は今ここにあるので、だいたいねやっぱ同じぐらいに来るようにはなり始めてますね。右のやつはコックすら入ってないからねまだね。そうだね。でコックも浅い状態でだいたいクラブが平行ぐらいまで持ってきた時に、萌えの手の位置がここに対してヘッドの位置っていうのはこんだけ手から外れたところにあるので、フェースも開いてる状態ですよね。でトップの位置も一応見てみましょうか。一緒に動いて、はい、ピーッと入ってきて、お、いいじゃないですか。やっぱスッと振っても今ちゃんと綺麗にクロスにならずに入ってるので、右脇は開いてない。そう、これね開いてるって思うじゃん。でもこれ開いてなくて、でなんでそう見えるかっていうと、前傾姿勢があるからなんですけど、これちょっと解説しとこうかな私。さっきこの作った90度っていうのが、ここの90度になるんですが、なんとなくこれね、萌えもさっきこれ右脇開いてるんじゃねみたいな、って言ってるんですけど、これね開いてるというよりも閉まってはない状態だとは思うんですけど、でも決して開いてるわけではなくて、さっきのこの90度はキープできてる状態のトップなんですけど、どういうことかっていうと、さっき作ったのは体が前傾なしの状態のこの90度じゃないですか。で90度に対してゴルフって前傾姿勢がありますよね。前傾して体の回転が90度に入ったら、ここに入ってくるんですよね。これってグッてしまってはないじゃないですか。なんでここから前傾して回転の動きが入ったところがトップの位置になるので、そうなるとそうなってくるんですよね。なんで無理にこうグッて締めようとするとまたコンパクトなトップで窮屈に入っちゃうので、ここの90度は変わらないまま回転してあげると、ここはねグッとは締まらないはずなので、このトップの位置を見て右脇空いてるとは思わないでほしいかなと思います。データも説明しておきましょうか。悪いのといい時のデータの比較なんですけど、萌えこれ8番
8番です。8番で打ってもらってるんですが、まずトータルが123ヤード、いい時134に伸びてるので、まあ、大体10ヤードぐらい今伸びたかな。フェース面が整ってきてトップの位置が決まれば、さっき言ったみたいに芯に当たったりとか、あと下ろす時いいところから降りてきやすかったりするので、ミート率が上がってくると思います。悪い時のミート率 1.38 ですね。1.38 に対していい時のスイングのデータっていうのが 1.42、だいぶ高いですね。なのでここが安定してくると、安定して135ぐらい8番で打ってこれるかなと思います。一般女性の平均値というよりははるかに飛んではいるかな。だいぶ飛んでる。だって言うて私でも8番でマックス145とかしか打たないので。10ヤードも違うけどまあでもそれってまあヘッドスピードが思えばまだ 28.5 しかないけど、ヘッドスピード上げればそこは出てくるし、あとは高さだよね、球のちょっとまだ低いなと思うので、まあ、そこはまた低いですね。8番にしてはちょっと低いんで、ランがめっちゃ出てる。118、15ヤードぐらいラン出ちゃうとやっぱグリーンで止まらないので、まあここはまた後々修正するんですが、まあでもこれだけ変わってくると飛距離も変わってきますね。いいスイングにはスイング練習に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また e スイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE から、正面と後方からの自分のスイングと、今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってみてください。それを見て私が1分間のレッスン動画を、送らせていただきます。ぜひ LINE 登録とスイング動画の方をお待ちしております。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、 LINE 登録お待ちしております。それでは次の動画でまたねー。